世界で活躍するボーイズグループを作りたいと思います。覚悟決めているつもりではあるけれど、ここからは直接会った子たちを合格させたり落選させたり、ついにそれをやっていかないといけないという意味ではすごく改めて覚悟と責任を感じさせられました。今回の3次審査はアーティシズム審査です。ステージに立った時に自分がどういう人間かっていうのを証明できる表現力、それから個性、オリジナリティ、声色や体の可動域全てを通しての音楽性、そういったものをトータルでアーティシズムと呼んでおりますが、それをやっぱり今回は見させてもらいたいなと思ってます。2日間でまず最初に行うのは30人初めて揃うので、音楽を通して自己紹介してもらいたいなというのもあるんで、それを歌唱審査として行いたいと思ってます。ステージでの歌唱力とかパフォーマンス力っていうのはもちろんなんですけど、元のアーティストの顔を忘れるくらい自分の曲としてパフォーマンスできるのかっていう、そういった表現力を一番見たいなと思ってます。2日目は30人をこちらで6グループに振り分けた形でのグループでのパフォーマンスの審査になります。最終的なデビューはグループ、ボーイズグループとしてのデビューを目指しているので、自分の才能を殺さずにグループに活かせるか、そして、自分の才能を 100% エゴイズムを出すんだけどグループを殺さないでいられるか、そういったところを見たいと思ってます。今回の審査、3次審査の2日間を経て、人数は30人から15人に絞ります。お久しぶりです。スカイハイです。どうぞよろしく。本当にね、緊張してる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、安心してほしいですね。なぜなら僕もスタッフみんなも緊張してるから、リラックスしていってください。蓋を開けてみたら本当に素晴らしい才能が集まってくれたと心から嬉しく思ってます。改めて応募してくれて、今日来てくれてありがとうございます。これからパフォーマンスをしてもらうんだけれども、それの順番っていうのがやっぱりあるじゃない。今回すでに30人集まってきてくれているみんなに、30位から1位の、順位を暫定でつけております。世の中に出る以上不条理であろうが、順番はつけられるし、今日と明日ってやっぱり2日しかないのさ。だから今自分がどのくらいの位置だと見られているのかっていう指標は絶対あった方がいいよなと思ったので、完全なる独断と偏見で歌とダンスと、歌およびラップとダンスだけで順位付けをした状態です。歌が上手くてダンスがやったことないとか、そんなにできないとかいう子も下の方に行く可能性が高いですし、両方がそつなくできる子の方が順位が上の方に行きやすいような評価基準にはなってる。今こんくらいの順位だから頑張らないとという意識がないと、そのくらい少ない時間の中で3次審査は行われるので、その意識はやっぱり持っていてほしいかなと思います。進め
中上朝日くん、よろしくお願いします。あなたがまた私を好きになる。30秒お話をして、その後ワンコーラス歌唱。僕は今めっちゃ緊張してるんですけど、この中で一番自分が歌が好きだなっていう自信はあります。ダンスも歌も努力してみんなに追いつけたらいいなって思います。叶いもしないこの願い、あなたがまた私を好きになる。そんな儚い私の願い、今日もあなたに会いたい。ありがとうございました。いやいや緊張したよね。よりによってね、未経験なのにトップバッターでごめんね。多分未経験だけれど簡単に伸びると思います。この子は伸びそうだぞっていう伸びしろを見せてくれたら、それこそ一気に1桁とかまで順位が伸びてもおかしくないくらい才能あると思ってるので、2日間よろしくお願いします。ここに合格できたのがもうめっちゃ嬉しかったんですけど、30位っていうのはやっぱ悔しくて、もう下には行かないからどんどん上に行きたいなって思いました。三角明人、よろしくお願いします。アクロバットをちょっと披露したいと思います。おお、綺麗綺麗。ありがとうございます。お願いします。休みの日くらいまだゆっくり寝ていたいのに起きてというすり起こされる朝日が眩しい休日、こんな朝がほんとグッドミー、yeah、 たまにわからない何を考えてるの君の気持ち、後から気づいてバカじゃない、後悔するよいつも一人、yeah、 すごい二次審査の時より顔が生き生きしてるね。いや本当に新しい三角くんになんか慣れてきているんだなっていうのをすごい感じます。門左腕玲子。はい。何ですか。門左腕玲子介推しだよね。はい。緊張しすぎてもう半袖なんですけど、寒いかどうかも今分からなくなってきて。叶いもしないこの願い。ありがとうありがとう。疲れた。はい。めっちゃ緊張しました。走ってる。今までない以上に緊張したので、もううまくやれてるかどうかとかはもう頭になくて、やっと本当は寒いんだって気づけて、で汗が冷えてきて、もう上着早く着たいです。僕は、バナナで有名なフィリピンから来た門沢玲子佳代です。本名は長いのでレイと呼んでください。僕の自分の好きなところは笑顔、僕の笑顔です。頑張るので応援頑張ります。2日間ねよろしくお願いします。魔法はいつか解けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。傘を差し出す君に映る僕は濡れてない。水たまりに映る僕は雨に濡れてた。ありがとう。
未経験ということだけれど本当に声も素敵だし、どんどん伸びると思います。ちょっと緊張しちゃうよねやっぱり体も固まっちゃって目線が上に上がってなかったりしたのはもったいなかったけど、もっともっとオープンしていきましょう。めっちゃ緊張しました。目線が下がったっていう指摘をされて確かになって思って頑張らないと。後から気づいてバカじゃない、後悔するよいつも一人、食べたい店違うし買い物は長いし、でもこっちとこる君についていくのが好き。聞き飽きたそのことは言い訳はもううんざり、もういっそあいつに慣れちゃうならばそんなことばかり Oh no no anytime anyway 自信がなくて平気なふりして誰かと比べて痩せて大久保とはうちまで帰ろう一人で帰ろう昨日のことなど幻だと思う君の顔なんて忘れてやるさバカしいだろう。もちろん100% でうまくいったわけではないんですけど、でもまだ後悔はしてないです。いい方でした。木下ひろむお願いします。曖昧ねの早尾の言葉を考えてはただ夢を見て恋のぼりふらこう蓋をしてフィリフィリ池上樹乃ジョン君歌とかは独学なんですよね。そうですね、習ったことは特にないです。なるほど。僕は今大学4年で、会社の内定を一応もらっている状態でこのオーディションを受けています。本当に最後だっていう気持ちで全力で取り組むのでよろしくお願いいたします。相変わらずすごい歌声ですね。ありがとうございます。言われたからね跳ねるディスコソングアタックが大事な曲でもこんなに歌いこなせるのかと、こう完璧に歌い上げられると嬉しいです川島瑠衣モデルやってます。ニコプチっていうモデルをメンズモデルやってます。びっくりしました。13歳の男の子の歌で色気をこんなに感じるとは衝撃を受けました。すごい歌声ですね。僕は絶対に夢をつかみ取って、海外でも通用するようなアーティストになりたいです。たった一瞬のこのため息を食べつくそう二人でくたばるまで、そしてこの僕らに祈りをまばいこ誰も追いつけない
パフォーマンスステージを広く使ったりするのもとても素敵だけど、実は個人的にルイ君のすごいなって思うのは、さらっと目線を外したりするじゃない。あれは意識的なのかな？自然と自然と、あれ無意識っぽいもんね。なんか意識して動いてるところも素敵だけど、なんか無意識に出るそういったものがものすごい雰囲気があって、とてもこう心を引きつけられるところがいっぱいあります。たくさん見たいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。やっぱ緊張すぎてピッチが外れちゃったりとか、裏声がうまくいかなかったりとかして、緊張したんで周りのみんなを乗せて緊張をちょっと和らげようかなって思ってやってみました。会場を沸かせられたっていうのはすごい良かったと思いました。堀戸俊介。歌は自分はずっと習ってきたので、歌はもっと自信を持って取り組んでいきたいなと思います。僕はダンスを全然経験してなくて、僕は歌を歌う際に一番気をつけていることは、歌詞の意味が伝わるようなパフォーマンスを常に心がけています。本当に制作が楽しくて、今は自分のライフワークが作詞作曲になっています。よろしくお願いします。お願いします。膝がついても I can give it up. What do you feel? Do you feel? 固定概念アナログ回線、弱回転デジタル回線、 No one can stop me. 取り扱い中へ。堀戸くんは自作曲ですね。二次審査でも歌とラップが両方非常にこう難易度の高い曲を選んでくれていたから、どうなるかなと思ってたんだけど、それも完璧に乗りこなして自作曲でさらにその印象は強く なりました。もう準備ができている感じがあるもんねいやプロフェッショナルだと思うし、すごい強いアーティシズムを感じました。めっちゃ緊張して、でもまさかこういう形で自分が歌うことになると思わなかったので、思いが伝わってればいいなって思います。I don't know why, but I wanna get to know you. これだけは伝えたい。そんな儚い私の願い。今日もあなたに会いたい。渡辺翔太。はい。渡辺翔太です。僕は今までやってきたことを全部出せればなっていう感じですかね。自信はあります？あります。自信しかないですねもうアーティストネーム持って活動してらっしゃるってことですか？そうでやってます。でも全然アンダーグラウンドで活動始めてらっしゃるんですね。はい、音楽始めたのはアイドルが好きで、音楽に触れて自分の個人のアーティストとしての像はできてたんですけど、なるほど。でその中でやっぱ自分の中でちょっと歌うことと踊ることを通して表現したいっていう気持ちが。素晴らしいですね。ダンスが本当に楽曲を表している感じは本当にびっくりしました。かっこいいです。皆さんよろしくお願いします。オリジナル曲でやらせていただきます。OK。はい、お願いします。お願いします。最寄りの改札抜け吐き出すため息、今は雨の中
マイクの使い方も上手ですね。あれだけ動いても距離が変わることなく、ウィスパーブレッシーなものから張るところまで曲の表情を声でつけていくっていうのはものすごい才能技術の高いこと。ダンスもうまいしね。やりたいように自分ができることは全部できたかなっていう、緊張しましたけど緊張も味方にできるような意識してたので、そんな大丈夫でしたね。久保俊斗、お願いします。たった一瞬のこのやめきを食べ尽くそう二人でくたばるまで。かっこいい。軽く踊ってこれはかっこいいな。ファンになりました。ありがとうございます。またすぐ会いましょう。次会えることをすぐ楽しみにしてます。変わらない今を探しても時間だけが過ぎてく。他に何もいらないななんて綺麗事。自作曲だもんね。このトラックでどういうの乗ってくるんだろうなというのを楽しみにしていました。現段階でダンスと歌がクオリティで、しかもそのアティチュードがあるよね。あまりこの年齢でもう自分のスタイルっていうのが打ち出せる人っていうのは見たことがないです。プロフェッショナルだし、アーティシズムがすごく強くあるのがすごく胸に響きましたし。いやめちゃくちゃ緊張しました。震えてました、ステージ上がった時は。いやでもその自分のやりたいそのステージはできたかなと思います。はい。佐藤隆太。本当にめでたいさない。そんなこともない。得るもの全部見させてくれ。聞ける音全部聞かせてくれ。いつ先の闇を手探りアウトにせい。おいやめてよ目隠し。料理済みのシールテレビ。本当に隆太はダンスの花がとんでもなくて、本当二次審査で改めてダンスをしっかりと見た時に、そういったボーイズグループでダンスしてる姿を想像するのはすごくもう容易でしたのと同時に、せっかくなのでラップもう自信がないって言わないでもいいかなと思ってます。ダンスのスキルをラップの足りない部分の穴埋めに使ってしまっているかもなという印象が少しあります。ラップにも自信持ってください15位内野壮太、お願いします。壮太くんラップするんですね。します。ラップ作詞だったりします。見えるもの全部見させてくれ。聞ける音全部聞かせてくれ。よい寸先の闇を手探り。僕は変声期が今来てて、高い声が歌えなかったので、最初はずっとオリジナルソングを歌おうと思ったんですけど、やっぱり自分の特技を見せつけるっていう場でもあるんですけど、できないことを伸ばすっていうのも大事だと思って高いキーの曲を用意したんで、それを歌いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。誰が止めても一切気にし大きな三本柱の通りだ。真っ赤な顔してどうしたまだやり合うなんて正気かい。通り取り仕切ったいかにも俺がこのリーダー、止まれるもんなら止めてみな。Oh yeah かかってこい。ずっと練習してたんで、歌詞見せた時やばいと思ったんですけど、取り返すしかないと思って途中から取り出したんですけど、まだ1日ダンスとか残ってるんで、そこで絶対見せつけようって思ってます。
その悔しさはあがきも書いて飛び越えろ、その悲しさはあがきも書いて飛び越えてゆこうよ。本当にレッスン歴みたいなものはそんなに短いんだね。なぜかって言ったら見るたびに伸びているっていう。ありがとうございます。いやなんか凛太郎くんを見てるといつまでも成長しなきゃなっていう気持ちにこっちがなるし。小沢直樹。小沢くんは過去有名なオーディション番組に出演されてたと思うんですけど、はい、僕もご多分に漏れず、ご活躍は見ていました。ダンスだったり歌だったりもすごく基礎に忠実に多分やられてると思いますし、だから多分どんどん伸びると思うし、これからもどんどん伸びると思うんですけど、なんかすごい欲を言えばなんかこうちょっとエゴというかみたいな部分ももし見れたらちょっと嬉しいなって。これはもう俺のただのリクエストです君は僕のガールフレンド、ガールフレンド、二人だけのウィーケンド、ウィーケンド隠しておくシークレット、シークレット、最後の僕の優しささ、夏の終わりはどこ思い出残しどうですか、エゴを出すというかいい人の部分以外を出すみたいなヒントって何か見つかったりしましたか？でずっと考えてて、参考にしたのはスカイハイさんの動画をたくさん見ましたでエッジを聴かせたいと思って、はい、この曲もハッピーな曲だけど失恋ソングで相手を思ってもう引きずってる感じの曲なので、そこを表現できたらいいなと思ってエッジボイス使ったりとか、すごい抽象的なことだったと思うんだけど、それをそうやって技術でね解釈して解決していくっていう、思考を止めないっていうのは本当に素敵なことだと思うのでどんどん考え続けていってください。めちゃくちゃ練習したんですけど、正直もうこういうステージってなんか全部忘れちゃうんですよね。だから正直そのパフォーマンスでどうやってたかあんま覚えてないです。必死になんか伝えようってだけ思って頑張りました。菅秀寺保つ。音楽をやりたくて俳優を辞めて、なんだってこの俳優以外の歌とかのオーディションを受けたことないんですけど、俳優のオーディションはもう数えきれないぐらい受けました。保つはその YG ジャパンに5年いたりとか、はい、俳優さんとしても活動してた。はい、曲も作るんだよね。曲、はい、作ります。いろんな才能がある中で今回この BMSG のオーディション、ボーイズグループのオーディションを選んでくれたそのきっかけとか動機とか。僕自身韓国の事務所に5年間いたので、そこで韓国の芸能事情だったりとか音楽のレベルの高さみたいなものをすごく身近に感じていて、悔しいなって、その日本で頑張ってた子が韓国ですごくデビューしてみたいな、日本でもできるのになと思ったりとか、そういうことを思ってたんですけど、それをちょうど実家ワンマンの時に日高さんが語ってらっしゃってて、確かに言った気がするそれは自分がなりたいなと思って、君の声を聞かせて、雲をよけ世界照らすような君の声を聞かせて。保つは特技に、作曲やトラックメイクがあったと思うんだけど、今日はそのパフォーマンスはしないことにしたの？この曲を候補で見た時に、こっちのが自分に合うなと思って自分の作ったよりこっちのが好きだったのでこっちにしました。すごいね、そこまで客観的に見れるのもすごい素敵なことだと思うし、いろんな才能があるオールラウンダーだなと思ってますし、それでいていわゆる器用貧乏な風には見えない、なんかエッジの立った部分があるのもすごい素敵なことだと思ってます。
そういういろんな才能があるっていうことはグループになった時にいろんな人の気持ちがきっと分かるっていうことだからぜひ引っ張っていってみてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶ思ってたより緊張しました。ちょっとほぐれてたんですけど、やっぱり立つと緊張して声出た時に緊張してるなって思ったんですけど、もう無視してやりました。溝口大輝。まだまだいける、まだまだいける。伝えるものを全部伝えてく。子供を売りにして出てるんじゃねえ。勝ちてえから勝ちに行ってんだぜ。ありがとうございます。経験や場数は多い方だと思うので、その経験を生かし自分を最大限に表現し、このチャンスをつかみ取れたらいいなと思ってます。そしてアンダーグラウンドからもメジャーからも認められる人間になりたいなと思ってます。よろしくお願いします。 Yo TAIKI、 これはこれからも勝ち上がってくっていう気持ちを書いた曲です。ビートは9位。 Yeah、 小学生の頃からラップをやっていたから、物珍しさですごいねとかたくさん言われてきたけど、自分の実力で勝負できることを今日証明するぜ。 Yeah、 俺はラップ好き、しつこいね。高い壁追いかけるいつ超えれる。クラブなら何回やいつも行け。 This can my credit is no end、 終わりはない。走り続ける思いを全て相手にぶつける。お前のジェンが抜けばすぐ崩れる。不レス当たり前のことばっか。書き溜めた歌詞を形にしてお前の耳に流し込む。止まらずワンツー、ひたすらハイスコア叩き出して相変わらず素晴らしい。ありがとうございます。ダンスも本当に素晴らしいし、その中でパフォーマンスする表情とか何かをこう憑依させてくる力とか、もうアーティストとして必要な力は年齢とかはそこには関係がないので備わっていると思いますし、たくさん見たいものはたくさんあります。技術云々というよりは大人たちと混ざった時に大人と子供に見えてしまわないかなとか、いや大人顔負けだよねって言われたらそれは子供だと思われているっていうことだから、もう僕は君を子供だとして扱わないですし、一人のプロのアーティストとして今デビューするべきなのか、もっと冷静に成長するべきなのか、この2日間しっかりと見させてください。ありがとうございます。いやすごい緊張しましたけど、本当に自分のやりたいことなんですごいやりきれたかなと思います。